はいどうも、気まぐれ番長です。やっとね、スーパーキャリーが帰ってきました。去年のね、2023年の12月6日に、車検に出しまして、あとね、構造変更、リフトアップ、2インチ5センチ以上、リフトアップしてるので、構造変更をしなければならないので、構造変更も一緒にやってました。でもね、構造変更で、法改正されたので、後ろにね、突入防止装置、バンパーね、これをつけないといけないということで、いろいろ探したんですけど、なかなか、部品が届かなくて、1ヶ月待ちで、やっとね、1ヶ月半ぶりに帰ってきました。ちゃんとね、構造変更もされて帰ってきましたんで、次回のね、車検からはこの状態で通るということになります。で、構造変更で約ね、6センチアップになってます。あとはね、車検の方で、リフトアップ以外は全部、部品外しました。ノーマル状態で車検受けましたんで、これからね、復旧していきたいと思います。でね、まずね、この後ろの突入防止装置、これね、オーバーテックさんのリアプロテクトバーになります。このね、プロテクトバーで、構造変更が通りました。ハイゼット用とか、いろいろな軽トラに対応してます。これからね、各パーツをね、元に戻していこうと思うんですけど、その動画を流しながらね、新車から今回のね、2年の車検まで乗って、このスーパーキャリーのね、いいところ、悪いところをね、公表していこうかなと思います。最後までね、ご視聴の方、よろしくお願いします。まずね、テールランプの交換からしていきたいと思います。このね、テールランプね、スモークしてるので、昼間ね、ウインカーがね、ちょっとね、多分後ろから見えづらいです。なので、おすすめはできないんですけど、スモークの方はね、ちょっとやめといた方がいいかもしれません。でも、僕は気に入っているので、これにしてます。次はね、荷台につけてた、コンテナボックスとね、上の方についてたスコップ、これをね、取り付けしていきます。こういうね、軽トラで仕事に使われている方はかなり便利だと思います。鍵付きなので、この中に電動工具類を入れてます。キャビン下のね、スペースを潰さないためにコンテナボックスに足つけて底上げしてます。これからね、スーパーキャリーのいいところ悪いところを話していきたいと思います。
これはね、あくまで僕の感覚なので、その辺はご理解いただきたいと思います。まずはね、いいところをお話ししていきたいと思います。まず最初のいいところは、やはり室内が広い。ハイゼットジャンボより広いリアスペースがあるのと、あとね、天井、ハイルーフなのでかなり広いです。リアスペースもねかなり広いので、荷物も置けます。あとね、リクライニングができるので運転がかなり楽ですね。そこそこのね長距離でも、快適に運転できるかなと思います。次はね、悪いところ、ダメなところをお話ししていきたいと思います。運転中にね、道路にへこみとかあると、そこでガーンと底突きします。ストローク量が多分短いと思うんですけど、かなりびっくりしますね。はい、次はね、オートライトの感度が敏感。これね、かなりセンサーの反応がね、敏感になってまして、高架の下はもちろん、大きいね、木の影にも反応してしまいます。特にね、曇ってる時とかが最悪です。もうね、すぐ反応して、影でもついたり消えたりついたり消えたりして、かなり気になります。はい、僕が感じたのは、これぐらいだと思います。今までね、何台か軽トラ乗ってきたんですけど、このスーパーキャリーね、かなり乗りやすい軽トラです。まだまだね、これからもカスタムして乗っていきたいと思います。あとね、またいいところ悪いところではないんですけど、やっぱりね、軽トラは四駆の方がいいと思います。このね、スーパーキャリー、4駆ついてるんですけど、冬ね、4駆とこのオープンカントリーのタイヤでスタッドレスいりません。結構ね、圧雪地帯でも余裕で行ってくれます。あとね、デフロックついてるので最強だと思います。